I wish I could tell you that I want you here with me, but you'll never love me like the way we used to be. Too far from Saturn, lost in the patterns. Where's the stars align so we could be free? Palms are sweaty, knees unsteady. I can't see my head on straight. Heart is heavy, wasn't ready. Don't think I can see your face. Now we're just friends. How long till that ends? It feels like forever away. 今日は S660 に乗りましてドライブをですね楽しもうというところです。今はですね中国自動車道の方に乗っておりまして、中国自動車道をですね西に向かって走ってます。道の駅巡りはですね一通り終わってはいるんで、近畿の道の駅はですね全部行ってるんですが、今日はですねもう本当に初期に一番最初に行った道の駅ですね。ちょっと行ってみてその周辺を観光しながらとかですね、またちょっと違った道の駅を楽しめたらいいなと思ってます。で今日行けますのはですね道の駅巡りを始めた時にですね一番最初に行った道の駅っていうのが近畿で一番最初にできた道の駅に行ってそこから始めようというところで、兵庫県の宍粟市にある道の駅芳賀というところですね。そちらの方を最初のスタートにしました。一番最初に回ったのは道の駅播磨一宮っていうところなんですけど、播磨一宮をスタートして芳賀南、芳賀で千種みたいな感じでですね回っていきました。最初の方の道の駅はですね何も考えずにポンポンと撮影をして、あの頃はですね車内の映像もアクションカメラで撮影してまして、アクションカメラで撮影しながら道の駅を巡ってましたけども、まとめ動画を作ろうと思うんですけど、もうちょっとね道の駅の分かる動画が欲しいということもありまして、それも含めてですね道の駅の方に行ってみようというところです。天気がですね今日は昼から晴れの予定になってるんで、この先晴れてくれたら嬉しいんですけども、天気がですね好転するのを期待しながらですね、この先進んでいこうと思います。このまま宍粟市の方に向かいまして播磨一宮の方にですねまずはちょっと行ってみようと思ってます。この先ですね山崎のインターチェンジでおります。だいぶと今日は雨が降らない予定だったんですけど、残念なことに雨が降ってきまして、ついておりません。久しぶりに今日はですね妻を置いて一人で走っていますので余計にかもしれないです。ではですね山崎のインターチェンジでおります。
はい、ここからはですね、一般道を走行していきます。久しぶりですね。シソのですね、市内の方を走っていきます。最近はですね、ほとんど妻と一緒にですね、ドライブに出かけていましたので、今日そう言われてみれば一人で S660 で走るっていうのは久しぶりかもしれないですね。ですので、僕は雨男で妻が晴れ女なんですけど、妻がいないとやっぱり雨降りますね。一応今日曇りになってたんですけどね、そして昼から晴れマークになってたんですけども、雨がですね降ってしまいます。で、今走っていますのが国道29号線なんですけども、この国道29号線沿いにですね、道の駅が続けて連続してあるというところになります。で、今日久しぶりにこっちに来ることになりましたので、 Google マップなんかで Google マップじゃないね Google マップなんかで、この道の様子とかをですねいろいろと調べてたんですけども、このまままっすぐ行くと鳥取に抜けることができまして、鳥取の方の道の駅もですね2駅ほどありますので、僕が調べた範囲でですけどね、ここから約1時間半ぐらいの間にですね、道の駅5つぐらいあると思います。揖保の糸の工場がありますね。めちゃくちゃ美味しいそうめんですよね。めちゃめちゃ山の方見てたら雲暑いですもんね。傘持ってくるの忘れちゃったな。なんかこっちの方に向かっていくとどんどん雨がこの車はね、できたら濡らしたくないんですよね。カバーをかけて普段は置いているので、濡れるとねカバーがかけられなくなるんでね、めちゃめちゃ降ってきましたね嘘でしょ晴れたり雨が降ったり不安定な天気ですね。このチャンネルをいつも見てくださって本当にありがとうございます。ようやくですねチャンネル登録者数の方が1000人に達成しまして、本当にいつも見ていただいている皆様のおかげだと思っております。一つの区切り目を迎えることができましたし、またですねマイペースではありますが、S660 とともにですねドライブ動画とか道の駅動画などをですね撮影していけたらと思っております。引き続き応援していただけると嬉しいです。いやー本当にすごいですね、山の上の雲が。でもう間もなくですね道の駅播磨一宮があると思います。右側の方にですね見えてきます。ドライブインがある。このドライブインも昔でいう道の駅みたいな、昔でじゃない今でいう道の駅みたいな感じだとは思うんですけどね。播磨一宮は
何年ぶりですかね。2年ぶりぐらいですか、3年ぶりぐらいですか、2年ぶりかな。2023年ぐらいに前回が行ってたので、宍粟市の一宮町ですね。左側には揖保川が見えてます。やっぱりドライブシリーズはですね、こういう道を走る方が個人的にはですね、景色的にも絵的にもドライブ的にも好きです。もうちょうど道の駅に着くタイミングでは晴れてくれましたので、ちょっと良かったなと思うところですが、道の駅播磨一宮ですね。ここから 1km のところにあります。ちょうど左側に神社もありまして、ちょうどこの神社の森が見えてきたらですね、道の駅はすぐ近くです。左側にも駐車場があったらいいですけどね。ちょっとね、左側にはないんですよね、きっと。右側に入っていくことになります。よいしょ。よいしょ。こっちも入ってみましょう。では出発。道の駅ですね、播磨一宮の方ではですね、今回は特に何も買わなかったんですけども、動画の一部で出てると思うんですけど、メロンをですね半カットしたやつ1個買って、そこにソフトクリームをのして食べるみたいな、そういうものが売ってまして、ちょっと食べたいなと思ったんですけど、一人で半分はねちょっとよう食べないなと思ってちょっとやめました。で、宍粟の方はですね、やっぱり鳥取が近いっていうのがありまして、梨とかですね、今の時期は結構販売されていますので、梨とか、シャインマスカットとかですね。道の駅の前にはですね、岩神社という神社がありまして、そちらの方に参拝前回はしております。このままですね、国道29号線を北上していきまして、次ですね、ここの宍粟市の観光スポットをちょっと行ってみます。道の駅の方はですね、梨とか売ってても販売所が JA がやってるところと道の駅が運営してるところとちょっと分かれてるみたいで、道の駅が運営してるところはどちらかというとフルーツとかでも
よそに渡してもいいような、なんか綺麗にパッケージされたもので、価格もちょっと高いものが販売されていて、 JA の方はちょっと価格がこなれてました。なんで自宅用に買うんでしたら JA の方で買った方が、フルーツとかはですね安いかもしれないです。でお惣菜とかそういうのもですね JA の方に販売されていたので、JA の方で買ってもいいのかなっていう印象でしたかね。でお酒とかがですね道の駅の販売のところにはありますので、地元のものでそういうお酒とかですね、そういうのを買うんであれば道の駅で買ってもいいのかなという。ここからが芳賀町ですね。宍粟市の芳賀町になると思います。昔はあれなんですかね、バラバラだったのが宍粟になったんですよね。梨を見てると梨が買いたくなりましたね。ただね、せっかく梨を買うんだったら別にどこで買っても一緒なんでしょうけど、鳥取行っちゃいたいですよね。で道の駅巡りをするとですね、このまままっすぐ行くともう少しでですね道の駅南芳賀の方があります。間もなく見えてくるんですけどね、ちゃんと撮れてなかったかな。南芳賀も撮ってた方がいいかな。ちょっと寄りますか。はい、南芳賀です。ステーリングしちゃいましょう。You left your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got your face stuck in the mirror and I keep finding your hair. Got a big box in my closet with the fall pictures we took. Oh, and I keep finding dog ears that you left in my books. Miss your hate, can I just crash over? Guess you crashed in like a tsunami. Woke up next to you so hungover. Sunlight painted stripes of your body. I'd give anything that I have for just another one of your nights. You can have an arm in our life. Just a minute more of your time. 道の駅南芳賀の方に行ってきまして、この後ですね観光もしようというふうに思っていますので、ちょっとだけ腹ごしらえをしようというところでですね、宍粟りんごが農園があって有名ということで、りんごの買収りんごのクッキーシュー買ってみました。ちょっと食べてみましょう。サクッとしたパイ生地としっとりとしたクリームとですねりんごの香りがしますので、相性バッチリですよね。間違いなく美味しい味です。続いてクッキーシューの方ですね。クッキーシューの方ですね。こちらもちょっと食べてみましょう。こっちも美味しいですね。これでまたですね観光を散策する力が出てきましたので、続いてですねちょっと観光できる場所の方に行ってみようと思います。
ね、南芳賀を後にしまして、この後にですね、この辺りにこっちとかっていうな、こんな細いのところ行くのか。案内はねめっちゃしてあるんで分かるんですけど、おおびっくりした。阿賀城ですね。雨が降ってきちゃいましたね。山手に入るとダメですね。老人の森です。ここが駐車場になっているんですね。はい、ここ史跡公園の案内図になってますけど、ここからですね約200メートルほど歩くと芳賀城跡があるようです。それほど歩かなくてもいいみたいなんですけども、ちょっとね山の中入っていくの熊が怖いですけどね。ただそれだけですね。城が見えてきました。
ちょっと歩いたりする必要はありますが、200メーターほどなんでそんな歩かなくていいか。景色がねめっちゃ綺麗なんで、結構この辺来たら寄ってみるのおすすめです。ただ道が舗装されているわけではないので、運動靴とかではですね来てもらった方がいいと思います。ちょっとこういうそれでは来た道を戻っていきましょう。今日はね意外と暑いんですよね。道はそれほどは狭くないんですけども、カーブミラーとかはですね一切ないので、ちょっと気をつけといた方がいいかなと思います。この辺りから民家ですね。でもこの道はちょっと分かんないっすよね。はい、国道29号線戻ってきました。先ほどの芳賀城のところは景色綺麗ですし、そんな人もいそうな感じがなかったんで、結構穴場なイメージがあります。景色はめっちゃ綺麗でした。もう一個今日はやろうかなと思ってたことに、道の駅のですね次は芳賀があるんですけども、芳賀の方でですね生地しめしっていうご飯が食べれるんですよね。なんかそれが食べれたらいいなと思ってて、こっちまでやってきたんですけど、結構お腹が満腹なんですよね。まあこの先鳥取の道の駅、今からね2駅行ってもいいのかもしれないですね。時間を見ながら考えようとは思ってたんですけど、